ここが好きだよ日本人へようこそ。皆さんはお客様は神様という言葉を聞いたことはありますか？日本のサービス業ではよく使われる言葉なので、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。日本の接客サービスは世界でも高く評価されています。そしてその理由の一つとして、このお客様は神様という考え方が挙げられるのです。今回はそんな世界で評価される日本のサービス業と、お客様は神様の精神を体験した外国人のエピソードをご紹介いたします。こんにちは。僕は中国の北京出身の28歳でフェイロン。日本にはもう6年ほど住んでいて、最近日本で飲食店を始めたんだ。僕の出身地の北京は中国の首都。名石と先進的な建築が同居しているとても魅力的な都市だ。僕は北京という都市が好きだけど、もう一つ好きな都市があって、それが日本の京都だよ。京都は日本の伝統的な建物を見ることができるし、京都駅のような先進的な建物もあるから、どことなく北京に似たものを感じるんだ。今日は僕が日本留学中に京都の居酒屋でアルバイトをした話をみんなに聞いてもらおうと思う。僕は日本の文化に非常に興味を持っていて、文化の違いについて学びたいと思い、京都の大学に留学したんだ。僕は中国にいた時はアルバイトなんてしたこともなかったけど、日本では生活のためと文化学習のためにアルバイトをすることにしたんだ。日本の学生の多くは学費や生活費を稼ぐためにアルバイトをするよね。だから日本の大学生から見ると、中国の学生はとても甘えていると思うかもしれないけど、それには理由があって、中国のアルバイトは時給が安いからなんだ。例えばマクドナルドでアルバイトをしたとしても、1時間16元、約240円しかもらえない。それでも外資系のファーストフード店の時給はまだいい方で、中国系のファーストフード店の場合は10元、約150円ぐらいしかもらえない。だから中国の学生はそんな少額のお金を稼ぐために大切な時間を使うぐらいなら、将来のために一生懸命勉強をした方がいいと考え、それは親も同じなんだ。だから経済的に貧しくても親は何とか仕送りをし、しっかりと勉強できる環境を整える。そして将来大きなお金を稼いでくれることを期待するんだよ。それからもう一つ、中国でアルバイトをしない理由は、大学の学費と寮費の安さも関係しているかな。中国の大学の学費はとても安いんだ。1年の学費はだいたい4000元から5000元、約6万から7万5千円ぐらい。大学4年間の学費と寮費合わせてもだいたい2万5千元、約37万5千円ぐらいだから、両親への負担も少ない。この辺りの経済的な事情が中国の学生がアルバイトをしない理由かな。京都は訪日中国人も多く、僕は中国人だったけど、日本でアルバイトをするのに困ることもなかったよ。アルバイト代も日本人の学生と変わらない金額がもらえたから、生活するのに本当に助かったよ。日本の大学は学費も生活費もすごく高いからね。
アルバイトを始めて最初に驚いたのは、お客様がみんなものすごく丁寧で物腰が柔らかいということなんだ。僕は初めてのアルバイトだったし、初めは本当にたくさんミスをしたんだ。僕の担当はホールと言われるお客様を案内し、料理を提供する仕事だ。だけど僕はあまりこの仕事が得意ではなかったみたいで、緊張もあって本当にひどいものだった。注文を間違える、料理を提供し忘れる、お皿を割ってしまう、頼まれたお酒と違うお酒を出してしまう、お客様の衣服を汚してしまう。ホールで起こりうるミスのすべてを経験したのではないかと思うほど、たくさんのミスをしたよ。だけど居酒屋でホールのアルバイトをしてから、先輩や社員さんに怒られることはあったけど、お客様に怒られることはほとんどなかったんだ。どのお客様も最初は緊張するよねとか、聞き取りづらい日本語だった、ごめんねとか、気にしなくていいよとか、怒られることはなかった。中国ではそんなこと絶対にありえないよ。中国では多くの場合で、家族や友人に対してはすごく寛容なんだけど、他人に対して厳しいことが多い。僕のようなミスをしたらまずものすごく怒られるし、返金や賠償を要求されることもありうるね。だけど日本にはお客様は神様という言葉があるだろう。僕は本当にその通りだと思ったよ。日本のお客様はみんな神様のように優しく、日本で働けることが本当にありがたいと思った。そして仕事にもある程度慣れてきたある日、事件が起こったんだ。その日はいつものようにホール業務を行っていた。するとあるお客様が僕を呼びつけた。どうやら僕の提供したお酒が薄くて飲めないということらしい。お酒は僕が作ったわけではないけど、とりあえずバイトで教えてもらった通りに僕は謝罪をして新しいお酒を持って行ったよ。すると今度は僕の謝る態度が悪いと怒り出したから、僕もさすがにムカついたよ。だってそうだろう。僕はアルバイトのルールをちゃんと守っていた。そしてお客様には新しいお酒も提供した。それなのになぜ僕が怒られなければならないんだ。そんな僕の態度を見て、さらにそのお客様は怒り出して僕に掴みかかってきたんだ。僕は何も悪いことをしていないのだから、もちろんこれ以上謝る必要はない。その客を睨みつけていたら、すぐに店長が来て僕を叱りつけて、お客様に丁寧に謝罪をし、僕をバックヤードに連れて行った。店長はその後すぐにお客様の元に戻り、お客様をなだめていた。それを見て僕は、日本人というのはなんて卑屈なんだと思ったよ。あんな理不尽な目にあって、それでも我慢しなければならないなんてありえない。これがおもてなしの精神だというなら、僕には絶対に無理だね。僕はもともと日本の文化が好きだったし、日本のおもてなしという考えも好きだった。それはお互いを尊重する考えで、とても尊敬できる内容だったからね。だから僕もホールのアルバイトを精一杯お客様のことを考えておもてなしのサービスを行ってきた。しかしこちらを貶めるようなことをしてくるような人にまで謝らないといけないというのは、それはおもてなしではなくただの卑屈だよ。日本が大好きだった僕はこの事件で日本のサービス業が少し嫌いになっていた。ちょうど学校が忙しくなってきたこともあって、
アルバイトに行く回数も減ってしまっていた。留学期間があと少しとなったある日、店長が僕を食事に誘ってくれたんだ。事件の日からあまり話をしていなかったから嫌われてしまったと思っていたよ。僕はせっかくだから店長にあの日のことも含めていろいろ聞こうと思って店長と食事に行くことにした。店長と話をしてお酒も入っていたので、僕は意を決してあの日のことを聞いたんだ。店長はあの理不尽なことで怒ったお客様にどのような対応を取ったんですか？店長の答えは僕の対応とは全く違って驚愕したよ。あのお客様にはフェイロン君の態度を謝罪して、その日のお会計をお店で負担することを約束して、最後まで楽しくお酒を飲んでもらったよ。さらに帰り際にもう一度謝罪をしてサービス券まで渡して気分よくお帰りいただいた。僕はなんでそこまでしなければならないのか理解できない。お客様は神様の意味とは、お客様は神様のように優しいという意味ではなく、お客様は神様だから何をしても許されるということなのか？店長は絶対に間違っています。もしその対応が正しいというならば、僕はこれからお店では店員に横柄な態度を取り続けてやりますよ。だってお客様は神様のように何をしても許されるんですよね。僕が店長に言うと、店長は笑って教えてくれた。君が店員に横柄な態度を取ったとしても、おそらく多くの店員は君を責めたりはしないだろう。だけど日本でそのような態度を取る人は多くの人に軽蔑される。それは周りの優しさにあぐらをかいて自分のことしか考えられない人だと判断されるからだ。そのように一度判断されてしまうと、君の周りから人はどんどん減っていき、いつしか一人ぼっちになってしまうだろうね。それに君はお客様は神様という言葉の意味を間違えて覚えているようだ。お客様は神様です。みんなはこの言葉の正しい意味や由来を知っているかな？お客様は神様のようなありがたい存在と思っている方は間違いだよ。そして神様、仏様のようにお客様は優しい存在だということも間違いなんだ。お客様は神様という言葉は日本人でも誤解している人が多くて、お客様は神様のように偉いんだと勘違いして飲食店におけるクレーム問題の引き金にもなっているんだ。そもそもお客様は神様という言葉はいつできたのか。お客様は神様は1961年に演歌歌手である南春夫さんが漫談家の宮尾隆さんとの会話の中で生まれた言葉と言われている。お客様は神様という言葉には、お客様を歌によって芸によって喜ばせたいという思いが込められているんだ。余計な考えを捨てて真っ白な心を持つ、まるで神様に祈る時と同じようにね。このような意味で南春夫さんはお客様は神様という発言をしたんだ。言い換えればおもてなしの精神を分かりやすく言い表した表現だと思う。そして面白いことに、お客様は神様はエンターテインメント業界ではなく顧客サービス分野に広く浸透していったんだ。これは伝わりやすいキャッチーな言葉がサービス業界で接客の心構えを教育する際に使いやすかったというのが理由だと言われているね。
お客様は神様が持つ本質的な意味は、自分が得をするためにクレームをつけるものでもなく、また店員を甘やかすためのものでもなかったんだ。この言葉の本当の意味は、お客様を神様と考えて喜ばせるための心構えの言葉なんだ。そのように考えれば、自分の行動の愚かさに気づけるよね。これらの精神、考え方を共有することで、お客様は店員に優しく、店員はお客にさらなるおもてなしを実現できるようになっていったんだ。日本にはチップの文化がないにもかかわらず、世界で見ても高いレベルのサービスを提供し続けられる理由はここにあったんだね。店長の話を聞き、日本の文化にさらに感銘を受けた僕は、その日からいつか日本で自分のお店を持ちたい。そしてそのお店でお客様は神様を実現したいと考えるようになったんだ。そしてつい先日、その夢を叶えることができたから、みんなにこの話をさせてもらったというわけさ。皆さんはお客様は神様の本当の意味をご存知でしたか？相手を思いやる心こそがお客様は神様の精神だったのですね。自分にとって都合のいい解釈で素晴らしい言葉が悪い印象になるのはもったいないですよね。日本人にとって世界に誇れるものをこれからも大事にしていきましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見、ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。